こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの部屋を覗き見させてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツとなっております。今回は今関さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたらじゃあ今関さんについて自己紹介をお願いします。はい、今関隆介と言います。普段は、ソエルテというブランドのディレクターを務めています。主にそうですね、SNS とかでメンズのスタイリングとか、あとはちょこちょこインテリアとか投稿したりしてます。はい。というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅が、2LDK。はい、2LDK。はい。はい。ということで、だいたい平米数とかどれぐらいなんですか？80ちょっととかですかね。はい。リビングとかも結構広いですね。そう、リビングがこのうち広くて、20畳くらいですかね。はい。というわけで、かなりこだわって多分選定されているアイテムめちゃくちゃあると思うので、そのあたり詳しくお話をお伺いできればなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初こちらリビングからちょっとお話をお伺いしていきたいなと思います。じゃあ早速ちょっと中に失礼します。こちらが、約20畳ぐらいのお部屋ですよね。なんかリビングのコンセプトというか、ちょっとそういったところからお伺いしたいんですけど、何かありますか？一応このソファーからこっちが居住スペースというか、ご飯食べたり、軽く仕事したり本読んだりするところ、映画を見たりするんですけど、っていう感じで、あっちが YouTube 撮ったりとか海外のアトリエみたいなのをイメージして作りました。じゃあちょっと早速細かいお話をちょっとお尋ねしていきたいなと思うんですけど、作業スペースからちょっとお聞きできればなと思います。結構お仕事は在宅でされることが多いですか？そうですね、お家でするか、たまにカフェとか行って仕事したりするんですけど、基本的にここ座って仕事してます。で、疲れたりするときは昇降式なんで、こんな感じで上げたりして立って仕事したりしてます。手前側に結構文房具とかいろんなもの収納されてるこの家具がありますが、これは何の？これがウーテンシロ2のヴィンテージのもので、今はビトラだったかな、ビトラ社から復刻されていると思うんですけど、これはドイツでやられてた当時の会社がやられてたものです。なんで結構日焼けして色が多分もともと白だったと思うんですけど、ナチュラルっぽい色味になっているのが結構味が出てていいかなって感じで。じゃああえてヴィンテージのものをそうですね、購入されたみたいな。で普段は、オフィスチェアはこれハーマンミラーでした。ハーマンミラーのセールチェアに座ってます。どうですか、座り心地とか？座り心地もちろんやっぱいいですね。そうこれはやっぱ肘も動くし、こういう感じで、腰が痛くならないようなデザインで設計されているので、すごくそこは気に入ってよく座ってます。ありがとうございます。そしたらじゃあ今度、ソファースペースの方ですね、ちょっとお話を聞いていきたいなと思います。ソファーからちょっとお尋ねしたいんですけど、これはどちらで購入されたアイテムですか？これがリンロゼの東郷っていう形なんですけど、なんか僕結構納期待てない人間でそうで普通にお店も何回か行ったんですけど、ちょうどその時でメルカリ見てて、状態綺麗でいいのあると思って、で多分元のこのファブリックは結構高いんですけど、ちょうどその方が使った後だったんで、ちょうどいい価格でそうだったんですね。でちなみにこっちの椅子も同じ方が出品されてたものを、たまたまその時引っ越した時に椅子探してて買ったんですけど、今多分この色の生地ってこの前行ったらなくて、ちょっとくすんだホワイトというか、オフホワイトみたいな色味なのが気に入って使ってます。なんか白だとパキッとしちゃうので、どっちかというとベージュとかでなじませたいなって感じで、この色にしました。4人掛けですか？これは3人掛けですかね。なんでここで友達呼んで映画とか見たりする時とかはここに座ったりしてます。あとはちょうどお話にも出てたこの隣のサイドチェアというかね、こちらはこれが、ボーコンセプトさんのスキラチェアっていう形なんですけど、
結構前の形らしくて、今は上にヘッドセットがついてるものが売ってるんですけど、これはそれがないちょっとミニマルな感じで、足もちょっと変わってるのがお気に入りです。はいはいはい。上に置いてあるクッションも可愛いですね、これで。ありがとうございます。これはアクタスさんだったかなで買ったカバーになります。あ、そうなんだ。わかりました。はい。あとはこのリビングに敷いてあるこの大きなラグ、はい、はい、ちょっとお尋ねしたいんですけど、こちらがヴィンテージのベニワレンラグ、モロッコのラグになります。結構ウールが使われてて、表情感が良かったりとか、あとあったかい感じですごい気に入って、前の家からここら辺は使って持ってきてます。あ、そうなんですね。はい、はいはいはい。あとじゃあちょうどこのローテーブルの話もちょっとお尋ねしたいんですけど、こちらが E&Y っていう、プロダクトの、ハンモックっていう形の机になります。勝俣光一さんという方がデザインされたものでして、もともとこの枝とか入ってなくて、このハンモックみたいなラタンのものが下に入るようになってるんですけど、ここは何を置いてもいいかなって感じで、今一応枝物を置いてるんですけど、はい、はい、あとはこの上についてる大きなこのペンダントライトというか、はい、こちらについてお尋ねしたいんですが、はい、これはベルティゴのペンダントライトっていうものになります。結構なんて言うんでしょう、スペーシーというか宙に浮いてるようなデザインがすごい好きで、見た時に買いました。結構リプロとかもあると思うんですけど、迷ってちゃんとしたところで買いましたこれなんかサイズ大きいのと小さいの確かあります。あ、そうですね。これは大きい方だったかなと思います。わかりました。ありがとうございます。はい。あとはそしたら、サイドチェアの後ろにこのラジコンというか、雑貨なんていうんですかね、これは。これが、スター・ウォーズシリーズの BB-8 っていう、キャラクターというか、ロボットがいるんですけど、それのラジコン、もともとおもちゃなんですけど、結構遊び心あって面白いかなって感じで置いてます。そう SF 系が好きなんで、結構こういうスペーシーなものとかもちょこちょこ置いたりしてます。普通になんかプロダクトのデザインが可愛いですよね。普通にすごい気に入ってます。はい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 、わかりました。そしたらじゃあ今度このアーチライトについてちょっとお尋ねしたいんですが、これも先ほどのこの椅子と一緒で棒コンセプトの、フロアランプになります。やっぱなんか引っ越した時にこういうちょっとアーチ状のライト欲しくて、これはいいなと思って買いました。あとはその後ろにまたこのポスターというかですかね、作品が2つありますが、こちらが武田鉄平さんのポスターと、こっちがアルベルト・ジャコメッティっていう、デンマークの彫刻家さんのポスターというか、なんかルイジアナ美術館っていうところで販売されてたものになります。なかなかこのサイズがなくて、そのフレームがなんで、発注してオーダーで作りました。確かにこのサイズは結構特殊ななかなかなくて、そうなんですよ。これって作品自体はどういうあれなんですかね。歩く人っていう作品名だった気がします。こちらは。わかりました。はい。そしたらあとはこのバタフライスツールの上に置いてあるお香立てについてもちょっとお尋ねしたいんですが、これがセラミチっていう、中目黒のベースさんに置いてるお香立てなんですけど、ハンドメイドで作られてて、この湾曲した形とか、この表情感というか、このシャボン玉みたいじゃないですけど、こういうちょっと石鹸とか使ったみたいな光り方がすごい好きで、よく使ってます。色の出方がすごい綺麗ですね。すごくあんま使ってる人見たことないんで、すごくこれは気に入って使ってます。わかりました。はい。そしたらじゃあまたその今度お隣にあるこのキャビネットについて、こちらが USM ハラーの、サイドボードになります。これは前の家であっちにもう一個違うのがあるんですけど、それと合わせて引っ越した時にオーダーしてたのが届いてここに置いたって感じで、基本的にはレコードシステムとか、こういうオーディオ機器を置いたりしてます。
結構音楽はお好きでいろいろ聴かれるんですか？そうですね、なんか昔のクラブミュージックとかヒップホップとか、あとジャズとか、全然アーティストさんとかジャズ詳しくないんですけど、結構お店で名盤とかいろいろ教えてもらってちょこちょこ買ってって感じで楽しんでます。なんか最近それこそ聴いてよかったアーティストの方とかいらっしゃったりしますか？どれだろう。でもヒップホップ今ちょうど朝聞いてたんですけど、はい、これはドクター・ドレイの名盤をはいはい聞いてます。わかりました。今度またそのお隣にちょっと移動して、ここもまたちょっと照明だったり、アートピース的なアイテムがちょっといくつかあると思うんですが、ポスター、後ろのちょっとまたお尋ねしてもいいですか？これは作家さんはわからないんですけど、1月にパリに行った時にパリのセレクトショップで素敵だなと思って買いました。何がこれモチーフなんですかね？なんですかね、ドローイングっぽいんですけど、なんかでも海外のインスタの方のお部屋とか見た時にこれの大きい緑とかのやつがあったので、多分それの種類だと思うんですけど。わかりました。そしたら今度こちらの手前側にあるブックシェルフというか、これはアイテムっていうメーカーさんのブックシェルフになります。ちょっと湾曲したデザインが素敵で買いました。これはこの辺もいくつかお気に入りのこれアートブックとかですか？そうですね、カッシーナだったり、これがガーリッシュのアートブック作品集とか、あとこれがデンマークの名作の椅子の何百点かな、ちょっと忘れちゃったんですけど書いてある本で、一覧とかでこういう感じで家具の名前とかが分かるっていう。この中からいい家具探したり、憧れの家具がある時はこういうとこから探したりします。ありがとうございます。続いて奥のアトリエスペース紹介をしていただきたいなと思います。まず手前の椅子からちょっとお聞きしていきたいなと思うんですけど、この椅子はどちらのデザインの方ですか？こちらが、建築家のマリオ・ボッタのプリマっていう形の椅子になります。結構最近80年代の椅子でセコンダが多分一番人気というか有名だと思うんですけど、それのアームレスのバージョンの椅子になります。結構最近マリオ・ボッタはなんかメディアとかでもピックアップされる、結構なんか熱いって言われてますよね。多いですよね。そうですよね。ちなみにこの後ろにあるこのポスターというか、これは何がディーター・ラムスの今までデザインされたポスターが海外で展示されてた時のポスターらしくて、ドイツ系のメーカーのデザインとかがすごい好きで、家にちょこちょこ置いてます。これもディーター・ラムスの崇拝してるみたいになってる。おじいちゃん、ラムスっていう映画のオーディオサウンドトラックのレコードです。なるほどね。わかりました。今度お隣のこちらのディスプレイちょっと移動してお聞きしたいんですけど、ここはかなりアイテムの数もたくさんありますが。そうですね、置き場に困ったアートピースとか、本とか、香り物とかもちょこちょこあったりするんですけど、もうくくりなく好きなものを置いてるっていう感じです。ここはなんかこうレイアウトする中で、こうご自身のこうなんかレイアウトのこだわりというか、なんかあったりしますか？ジャンル一緒のものはまとめてこういう感じで置いてたりとか、あとはちょっと背の順になる感じで置いたりしてます。ちょうどね、ちょっとライトの今ところもあったと思うのでちょっとお聞きしたいんですけど、コードレスで持ち運べるポータブルのランプなんですけど、リビングの机でご飯食べる時とかこういうのを持ち運んで入れ替えたりして楽しんでます。これはどちらのそれぞれブランドの？アンドトラディション2つそうで、これがフロスのベルホップっていう形になります。わかりました。一番上の左か奥に、これがさっきもお話しした「スター・ウォーズ」の「マンダロリアン」っていう今ディズニープラスで放映されてる番外編みたいな感じなんですけど、それの主人公がかぶってるヘルメット。これ結構なんか重厚感とかもありそうですけど、そう意外とリアルで、
そうなんですよ。地震来た時これかぶろうかな視界狭くなる普段私生活ではさすがにかぶったりはしない。ああ、かぶったりしないですねはいはいそうですね。わかりました。そしたらじゃあちょっとその下の段に行こうかなと思うんですけど、はい、香水がこうちょうどね下と上でこうはいいくつか分かれて置いてあるかなと思うんですけど、はい、ご自身でどういった感じで分けて今置いてらっしゃるんですか？結構香りが軽いもの、フルーティーな感じだったり、ベルガモットだったりそういう感じのものがこっちに多くて、こっちはどっちかというとウッディというか重ための香りなんで、夜ご飯食べ行く時とかは結構こういうのつけたりとか、気分で結構変えてない、いただき物とか自分で買ったものとかっていろいろあるんですけど、はい、結構香水とか好きで集めがちですね。それこそ最近購入されたものだったり、はい、お気に入りの香りのものとかがあればちょっとお話聞きたいんですけど、はい、ありますか？このキンフォークの、香水、2月に韓国行った時に初めて見たんですけど、香りがすごい良くて、なんかその店員さん曰く日本にないっていう感じだったので、ちょっとそこで買いました。確かになんか初めて聞きましたね、キンフォーク。そう、香りがすごい良くて、これ最近一番よく使ってるかもしれないです。香水だけでも2、30種類ぐらいは。そうですね、10年くらいは香水困んないんじゃないかなとそうですよね思うんですけど、はい、でも結構期限があるんで、ちょこちょこ選んでつけたり、でも結構家にいる時でもつけたりするんで、毎日どれかしら使ってるかなと思います。はいはい、こっちのそれこそ重ための方とかの香水で、よく使ってるものとか、最近買ったものとか何かあったりしますか？ディプティックはよく使ってて、そのタムダオとか、使ってるんですけど、これがマルジェラの香りでウィキッドラブっていう香りでもう廃盤になっちゃったんですけど、これもパリ行った時にちょうどお店にあって、日本じゃもう売ってないんですけど、その時に買って帰ってきました。ちょっと大人なセクシーな感じの香りで気に入ってます。これはなんかパッケージもすごいラグジュアリーな感じでかっこいいですね。結構こっちが普通のというか今ある色だと思うんですけど、黒でできてて、これすごい気に入ってます。確かにこう比較すると全然もうなんか雰囲気も違いますね。違いますよね。すごい。ありがとうございます。あとはこの棚の手前側にある、このラウンジチェアというかね、このハイスツール、これがフィリップ・スタルプのサラピスだったかな。これバースツールなんですけど、無機質な感じですごい好きで、クロームメッキの感じが、こういうとこ剥げちゃってるんですけど、ヴィンテージでいい味が出てるかなと思って買いました。あとはこの奥にフロスの照明をかけてるこのスタンドって言ったらいいですかね。これが、4FB っていう、さっきの机と一緒で E&Y のデザインされた2つまたこいつさんの、なんて言うんでしょう、ハンガーラックになります。物撮りする時とかに使ったりしてます。確かに洋服とかすごいいい雰囲気で撮れそうです。すごいなんだろう、服の邪魔にならないというか、スタイリッシュですごい気に入ってます。わかりました。ありがとうございます。続いてこちらのここもディスプレイというかね、ちょっと引き続きお伺いしていきたいんですけど、まずこちらの USM の、これはまたオーダーメイドで。そうですね、足が元ついてないんですけど、足をつけて掃除しやすいようにこっちはしました。今ここはアートブックとかそういったものを収納されてますね。アートブックだったり、こういうオーディオ機器だったりとかを置いてます。あとお気に入りの小物とか、とか置いてます。じゃあちょっと上のこのレコードプレイヤーからちょっとお尋ねしたいんですが、これはどちらのものでしょうか？これはブラウンから出ているディーター・ラムスっていうデザイナーさんがデザインされた SK5 っていう形の真空管ラジオとレコードプレイヤーが一緒になっているものです。型が結構あってクレート版の型になります。あとはお隣にはまた照明もありますが、これは有名なパンテラ、ルイス・ポールセンのパンテラが置いてます。本当にこう見ると夜とかはそれこそ間接照明で、間接照明だけで
過ごしてますね。はいはいはい、そうですよね。あとはこちら手前側に、椅子か、はいはい、ありますが、はい、これはこれと一緒でスタルクがデザインされたドクターサンダーバーチェアっていう形のラウンジチェアになります。実際どうですか、座ってみて座り心地とかは。いやー、よくはないですよ冷たいというか冷たいですでもちょっと無機質な感じがすごい好きで、結構ルックとかにもこれから使いたいなっていう感じで買いました。わかりました。そしたらじゃあ今度ちょっと下の、段下の方のそのアートブックの話、はい、ちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、はい、この辺は結構基本的に洋書のものが多いんですかね。そうですね、ここは全て洋書になってます、で結構フォトグラファーさん作品集だったりとか、またインダストリアルの資料とかアパレルのルックブックとかそういうものが多いかなと思います。なんかこの中でお気に入りのものがあればちょっと 2,3 点ピックアップしていただければなと思うんですが、はい、ありますか。このリチャード・アベドンのポートレート集というか、作品集はすごいなんか写真の撮り方が好きで見たりしてます。いろんな人が載ってて見てて面白いです、はいはい、あとはそうですね、椅子とかのデザイン集とかがもういろんな椅子の細かなディテールがそう載ってて、いろんな角度からこうできてるんだみたいなのが結構面白い。結構名作もあるんですけど、意外とマイナーな椅子とかも置いてたりして、これ面白いですね、これすごく気に入ってます。あとはこの結構この部屋に置いてるんですけど、ボルナセッティっていうイタリアのブランドのアートブックとか置いてます。あんまこういうの見れるところが日本にないので、本で見てすごい世界観素敵だなと思って見たりしてます。結構こういうアートブックとかは普段なんか買いに行くお店というか、なんかよくチェックするところとかあったりします？恵比寿にあるポストさんとか、あとは青山の12ブックスさんとかすごいおすすめです。ありがとうございます。今度上にあるこちらのアートピースについてちょっとお尋ねしたいんですが、こちらがベルナー・パントンのヴィンテージのファブリックパネルになります。結構多分どの部屋に置いても主役になってくれるというか、パントンらしいそうですね、柄というかが気に入ってます。わかりました。ありがとうございます。そしたらじゃあ今度またちょっとお隣の方に移動をしようかなと思うんですけど、それこそちょっと上にあるお皿からちょっと聞いていきたいんですが、これが先ほど紹介したボルナセッティのウォールプレートかな、壁に飾る用ので作られたプレートになります。結構デザインが面白くて、これもう100種類くらいあるのかな、すっごいいろいろ種類がバーってあって、その中からちょっと好きなものを選んだ感じになります。そんなにあるんですね。あとはこの下にまたこのラグが敷いてありますが、こちらも中古の原子のラグをヤフオクで買って、こっち側カットして鏡に沿わせて置いてるっていう感じで、ここら辺をなんか丸いものでまとめてて、これとか粘土なんですけど、日置哲也さんっていう方の粘土で作られた作品になります。すごいテクスチャーが面白くて気に入ってます。確かに。なるほどね。わかりました。ありがとうございます。そしたらその奥ちょっと行こうかなと思うんですけど、ここは植物がたくさん。そうですね、植物園で前のお家から持ってきたのもあるんですけど、こういうなんか配線とか換気口みたいなのがちょっと気になって隠したいなと思って、ここら辺を集めたって感じで、またなんか種類が被らないように分けたりして置いてます。なんかこの辺の植物は購入される時のポイントとか何かあったりしますか？でも色味は結構意識してて、ちょっと濃いめのグリーンが多い中にこういう薄めのを入れてアクセント効かせてのっぺりしないような感じにしてます。なんか植物購入される時とか買いに行くよくお店とか何かあったりしますか？白金台のビオトープさんとか、
あとはちょこちょこアクタスさんで買ったり、近所の植物屋さんとかでも普通に買ったりします。あとちょうどこの奥に照明もこれありますが、はい、有名だと思うんですけど、ルイス・ポールセンの PH5 の全部白のバージョンのものになります。わかりました。はい。そしたらじゃあまた今度ちょっとお隣に移動をしようかなと思うんですけど、この辺もまた椅子がいくつか椅子多すぎて椅子何脚ぐらいこの部屋あるんですかね。椅子10脚ぐらいあります、ね、一人なんですけど一人暮らしで、はい、じゃあちょっとこのまた椅子からお尋ねできればなと思います。これも先ほど紹介したマリオ・ボッタの椅子のシリーズで、これがラトンダっていう形になります。このシートがミントグリーンなのが結構エッジが効いてていいかなと思って、それこそさっき前見られてそうですね、僕もちょうど買いたいなって思ってたらこちらのお部屋にあったということでって感じで、はい、これがミス・ファンデル・ローエのバルセロナチェアのヴィンテージのものになります。これとかもすごい重厚感が、そう重くて移動するのめっちゃ大変なんですけど、結構シートも味が出てたりして、でも座り心地はすごいいいです。なんかここでこんな感じで本読んだりして、たまに仕事したりしてます。なんか場所結構変えたがりで、仕事をする場所、パソコン持って、確かにこんだけあると仕事場所めっちゃ選べますなみたいな感じですね。って感じで、あとはこれとかだとちょっと面白いんですけど、フロントっていう女性のデザインユニットの方がやられてるカーブっていう形のフロアライトになります。お花というか植物みたいですね。キノコみたいですよね。すごい可愛いですね。これも長さが短いのとかもあるらしくて気に入ってます。あとはこの椅子の隣にあるサイドテーブル、ちょっとお尋ねしたいんです。これがアイリーングレーの E1027 とかなのサイドテーブルになります。ガラスでシルバーのフレームなんで、すごい邪魔にならないというか、多分どの家にも馴染みやすいようなデザインで素敵かなと思って。ちなみにこの置いてあるルームフレグランスは結構今このお部屋のメインの香りというかあれですか？これは今違うんですけど、ちょっとイソップのなんて言うんでしょう、なんだっけな香り、これキキラっていう香りで、これもたまに使ってリフレッシュしたい時とかに使う感じになります。わかりました。ありがとうございます。続いてこっちの奥が寝室ということで、ちょっと紹介をしていただきたいなと思います。こちらになります。こちらの寝室はおよそ何畳ぐらいのスペースなんですか？6畳とかだったと思います。なんかこの寝室はまたちょっとリビングの雰囲気が違うようにも感じるんですけど。そうですね、ちょっとミッドセンチュリーというか北欧テイストな感じで作ってます。早速このメインのベッド、ちょっとお話聞いていきたいんですけど、なんかそれこそこう睡眠に対するこだわりというか、何かあったりしますか？トゥルースリーパーっていう薄いマットレスを敷いてるんですけど、それ敷いてからめちゃくちゃ睡眠良くなりましたマットレス大事ですよね。あとは、このベッドの上にブランケットがこちら置いてありますが、これはどちらのものですか？こちらがブレスサービスのブレスの、ブランケットになります。結構大判で覆い隠す感じ、撮影のスタジオで行った時いいなと思って参考にしました。あとはベッドサイドにまた照明と椅子もありますが、こちらがフロスの IC ライツというシリーズで真鍮に乗ってるような感じの面白いフォルムのデザインのスタンドライトと、これがハンス・ジェイ・ウェグナーの CH101 っていう形のラウンジチェア、ソファーっぽいんですけど、作業したり本読んだりする時とかここで寝たりすることもあります。わかりました。あとはこの後ろにもなんかスツールというかね。そうですね、ピアノスツール、1930年代かなのピアノスツールなんですけど、座面張り替えてあるんですごい座り心地は良くて、結構このアルミの足の感じが、いわゆるアールデコって言われてた時期のものらしくて、すごいフォルムが良くて気に入ってます。あとは上に
ペンダントライト照明がありますが、これがイサム・ノグチさんの、45D だったかなっていう形だったと思います、結構カーブのものが好きで、そういったものを集めてます、結構イサム・ノグチさんの照明はそうですリビングだったり、ね、なんか前のお家でも違う部屋とかに置いといたんですけど、部屋数が狭くなったんで、ちょっと一部屋に何個かあるような形になってます。はいはいはい、なるほどね、わかりました。あとはこちらのサイドボードか、についてちょっとお話聞いていきたいんですけど、それこそ明かりだったりこの辺はあと陶器の結構ものが多いんですかね。そうですね、ファットラバー、ドイツのファットラバーだったりとか、これあとは江口関西さんのフラーベースとか、ジャパニーズモダンな柿とか、この上の、このニューバランスじゃないか、ニューバランス、はい、これも確かお香立てとかで作られてた気がします。そうなんですね、重量とかなんか結構重いです。しっかりよくできてて、すごいディティールまでなんかすごい面白いアイテムですね、これちなみにどちらで購入されたんですか。これがユタナンさんっていう方がやられてる、なんていうの、ワットビーウェアストアっていうかなんかそういう英語の、ストアがあって、そこで買いました。オンラインで買いました。わかりました。ありがとうございます。続いてファッションについてちょっといろいろお伺いをしていきたいなと思います。またお仕事でもされてると思うのですごいこだわりとかはまずいろいろあるとは思うんですけど、そうですね、まずじゃあアイウェアと、ジュエリーだったりアクセサリー、そういったところをちょっとまずは紹介していただきたいなと思います。結構アイウェアは普段使ったりもしますし、ルックのスタイリングする時とかにモデルさんに使ったりするので、そういうので集めてるっていうのもあります。で結構メーカーさんいろいろで、例えばジェントルモンスターっていうところとか、あとレイバンだったりとか、これ古着なんですけどバレンシアガとか、これアワレガシーとかオリバーピープルとかいろいろメーカーはある感じです。この中で結構スタメンで使ったりするもの、比較的多分どれも使われるのかなと思うんですけど、この辺りが多いですかね。カラーグラスなんですけど、ちょっとかけると薄めのそうですねレンズなんですね。使いやすいかな、使ってます。わかりました。あとは、ちょっとジュエリーのね、お話も聞いていきたいんですけど、この辺はゴールドとシルバーどちらも。そうですね、ジュエリー結構好きでちょこちょこ集めるんですけど、シルバーとゴールドのコンビのものとかが好きでよく集めたりしてて、今日はなんかシルバーしてるんですけど、気分で変えてる感じです。この辺のものでちょっといくつかお気に入りのものだったり、ちょっとピックアップして紹介していただいてもいいですか。これとかが80年代のジバンシーのちょっと縄っぽい感じで面白い感じの、ブレスレットだったりとか、あとは今僕がしてるこのエルメスの昔のやつなんですけど、昔の貴族みたいな人が贈り物で送ったと思うんですけど、ちょっとオーダーメイドで作られたやつで、その時のなんかメッセージというかギリシャ語でなんかポエムみたいなのが入ってたりとか、このバックルの部分はこのブックルセリエっていう形なんですけど、このコマの部分が変わってたりとか、多分1個しかないやつなんですね。これすごい気に入ってずっと使ってます。結構じゃあジュエリーとかもヴィンテージのものとかは割とお好きなんですか。そうですね、ヴィンテージのものが基本的に多いか、現行のものも全然あるんですけど、集めるのはヴィンテージのものとかが多いかなと思います。なんかよくチェックするブランドさんだったり、セレクトショップさんとか何かあったりしますか。特にくくりはないんですけど、こういうエルメスとかはファビュラスサウンドさん、中目黒のファビュラスサウンドさんで買ったりすることが多いです。あとは知り合いの方のヒアーズっていうブランドなんですけど、こういうところのジュエリーとかリングとか使ったりしてます。わかりました。そしたらあとはちょっと後ろにね、最近の、お気に入りだったり、そういったもの、ちょっと洋服
こうピックアップしていただいたので紹介をしていただきたいんですけど、はい、今回はアウターって感じですか？そうですね、ちょっと両方古着なんですけど、これが M65 黒染めされたモデルになります。後染めですね。はいはいはい。でもともとカーキの方は5年前ぐらいからずっと着てたんですけど、最近この黒染め見つけて一目惚れして買いました。すごい風合いというか雰囲気が、染め方によって全然色味が変わってくるんで、一個一個個体差あっていいかなっていう感じで、これはすごい気に入ってます。でもう一個、これが前名古屋に行った時に古着屋で買ったんですけど、フレンチヴィンテージかなのレザージャケット、結構ディテール凝ってたりして、首も立ったりして、腰にもベルトがついててシルエット変化させて楽しめるみたいな、ですごいレザーが柔らかくて雰囲気がすごく出るような感じのジャケットで、これも気に入って、寒い日はまだギリギリまで着ようかなみたいな、下ショーツにしてでも着たいなみたいなそうなんですね感じで、楽しんでます。この辺のアイテムはどちらで購入されたんですか？両方古着屋で、これがなんか伊勢丹で知り合いの方がイベントやってた時に、M65100 着ぐらい集めてイベントされたやつに行って買いました。でこれはなんか名古屋にイベントのポップアップのイベントで行った時に、古着屋巡った時に見つけて買いました。わかりました。あとはちょっとせっかくなので、今日のちょっとスタイリングについてもちょっと簡単に紹介をしていただきたいなと思います。今日はちょっとグレー系で行きたかったんで、グレーのポロシャツ、ニットポロにもうこういうフェードかかった色のデニムジャケットを着てます。これは最近作ったお気に入りのデニムジャケットになります。でパンツもちょっとフルレングスというか、レングスが長いボトムスが好きなので、よくこういったボトムスを着用しています。ちなみにこうご自身、スタイリングとかする中で、何かそのこだわりというか、ポイントみたいなものは何かあったりしますか？シルエットはそうなんですけど、素材感とかをよりここ 1,2 年で意識するようになってきたと思います。なんか素材同じ色でまとめるときは素材変えてあげたりとか、ちょっと奥行きを出してあげる感じを意識してます。なんか最近チェックされててこう気になってるブランドとかセレクトショップとか何かあったりしますか？そうですね、ブランドは今つけてるネックレスとかそうなんですけど、アワレガシっていうブランドがすごい好きで、毎シーズン何かしら買ってる気がします。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで今関さんの記憶的ルーム撮影させていただきました。ありがとうございます。というわけで最後にちょっと軽くお話をお伺いしていきたいなと思うんですけど、このお部屋のコンセプトを言葉で表現するとしたらどんなお家ですかみたいな。テイストミックスかなと思います。結構服装もドレスとカジュアルを混ぜてきたりとかよくするので、このお部屋もいろんな国の家具があったりデザイナーのものがあったりとか、あとはミッドセンチュリーっぽいのもあれば、ポストモダンなものもあったりとか、ちょっとスペーシーなものも入ってたりって感じで、ちょっといろんなものを好きな感じでごちゃ混ぜって感じで本当に確かにジャンルレスでめちゃくちゃいろんなアイテムの数がとにかく多いですね。なんか好きなものに囲まれて生活するのが幸せなんでちょっとミニマリストとは対極なんですけど、ちなみにこういうインテリア周り、家具とか、そういったものでなんかよくチェックするそういうブランドとか、なんかよく行くセレクトショップとか、なんかあったりしますか？セレクトショップだとシボネさんとかが多いかなと思います。ああいうライトとかもシボネさんとかで買ったりしてるので多くて、ヴィンテージとかだとストゥープさんとかが多いかなと思います。ありがとうございます。それでは最後にじゃあ今関さんの方から何かお知らせだったり告知があればしていただければなと思います。普段メンズのスタイリングとかをインスタグラムだったり、最近始めたんですけど YouTube とかに上げてるので、よかったらそちら見ていただけると嬉しいです。基本的には YouTube とかもそういうお洋服の？そうですね、アパレルとか、あとは美容とかライフスタイル、インテリアとか、そういうものをやっていければなと思ってます。というわけでじゃあ気になる方、インスタグラムと YouTube の方チェックしていただければなと思います。お願いします。
というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストは今関さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。さよなら。